ずんだもん。昨日ニュースを見て二度見したのだ。ドバイのバージュあるアラブホテル、一泊200万円を超えるあの超高級ホテルが炎上しているのだ。イランのドローン攻撃で世界最大のショッピングモール、ドバイモールがガラガラになっているのだ。そして今、イスラエルのネタニヤフ首相がいい方を打ったのだ。イラン政権に亀裂が走っていると。これ本当なのか？そして日本の私たちには関係ないのか？実は直接関係あるのだ。ずんだもん先輩、ドバイって戦場になってるんですか？あの富裕層の楽園が。そうなのだ。米国イスラエルイランの戦争が始まって約3週間。今日のテーマはこれなのだ。ネタニヤフが言うイラン政権の亀裂とは何か。なぜドバイが壊滅的打撃を受けているのか。そして日本のエネルギーコストにどう跳ね返ってくるのかを徹底的に掘り下げるのだ。わかりました。でも先輩、中東の戦争って昔からずっとやってるイメージがあって、今回は何が違うんですか？鋭い質問なのだ。今回が決定的に違う点は、米国が直接参戦したことなのだ。これまでの中東紛争は、イスラエルとイランの代理戦争、ヒズボラ、ハマス、フーシを使った間接対立だったのだ。しかし今回は違うのだ。米軍がイランの各施設を直接攻撃している。これは1979年のイラン革命以来、初めての直接軍事衝突なのだ。初めてなんですか？それがネタニヤフの亀裂発言につながるんですか？でも先輩、その亀裂って具体的にどういう意味なんでしょう？ネタニヤフはこう言っているのだ。イランの権力内部にも戦場にも亀裂が生じていると。これを解読するためにイランの内部構造を見てみるのだ。イランの権力はざっくり言うと3つの派閥に分かれているのだ。最高指導者ハメネイは軍の IRGC、革命防衛隊、そして改革派の実務官僚。この3つが今バラバラな方向を向き始めているのだ。なぜイランが弱体化しているのか、3段階で深掘りするのだ。まず表面の原因。米軍の空爆で IRGC の指揮系統が大きく損傷したのだ。司令官クラスが複数失われ、ミサイル発射拠点の4割以上が破壊されたと報告されているのだ。4割。しかしもっと深い原因がある。経済なのだ。イランはすでに対米制裁で国民の実質所得が2015年比で半分以下になっているのだ。通貨リアルは崩壊寸前。若者の失業率は公式発表でさえ 28% を超えている。つまり戦争が始まる前からイランの民衆派限界を超えていたのだ。戦争の前から崩壊寸前。ちょっと待ってください先輩。つまりイランって缶コーヒーで例えると、自動販売機が壊れかけてる上に中の金も底をついてきたみたいな状況ですか？完璧な例えなのだ。そしてそこに米軍というビッグ入ったのだ。壊れかけの自動販売機への大きな手に一発。これがネタニヤフが言う亀裂の本質なのだ。外からの圧力じゃなく、内側からボロボロになっていたところに追い打ちをかけたということなのだ。そして3段階目の最も構造的な原因。これが一番重要なのだ。イランの後ろ盾だったロシアがウクライナ戦争で消耗しきっているのだ。中国も台湾問題で米国との正面衝突を避けたい。つまりイランはかつてのように大国の後ろ盾を当てにできなくなっているのだ。孤立した状態で最強の軍隊と戦っているのだ。孤立面。でも先輩、それって逆に危なくないですか？追い詰められたイランがホルムズ海峡を封鎖するとか、核使用に踏み切るとか。それが最大のリスクなのだ。イランはホルムズ海峡を封鎖する能力を持っているのだ。ホルムズ海峡は世界の石油供給の約 20% が通過する命綱なのだ。日本はどうかというと、原油輸入の実に約 95% を中東に依存しているのだ。ホルムズが封鎖されたら、日本のガソリン代と電気代はどうなるか、計算してみるのだ。95%? そんなに。2022年のロシア・ウクライナ戦争の時、原油価格は1バレル130ドル台まで急騰したのだ。その時日本のレギュラーガソリンは1リットル185円を超えたのだ。今回、ホルムズが封鎖されれば2022年を超える可能性があるのだ。仮に1リットルに100円になったとすると、ガツ50リットル給油する人はガツ1500円。年間1万8000円の増加になるのだ。先輩、それって車を使う人だけの話ですよね。電車しか乗らない都市部の人は関係ないですか？全員関係あるのだ。電気代にも跳ね返るからなのだ。日本の電力の約4割は LNG、液化天然ガスで作られているのだ。LNG の多くも中東、カタールから輸入している。原油、LNG が共に高騰すれば、
標準家庭の電気代は月500円から800円以上上がる可能性があるのだ。年間算で6000円から1万円の増加なのだ。電気代まで。でも、話はここで終わらないのだ。ドバイで今まさに起きていること、世界の高級ブランドが直撃を受けているその衝撃の数字と、そしてこの戦争が長期化するか終わるかの分岐点となる重大なサインを、この後に明らかにするのだ。絶対に見逃さないでほしいのだ。さて、ここまでのポイントを確認するのだ。米国、イスラエルイランの直接戦争が始まって3週間、ネタニヤフ排卵政権内部と前線に亀裂があると主張している。その亀裂の背景には、軍の損傷、経済崩壊、そしてロシア、中国という後ろ盾の喪失という3重の弱体化があるのだ。3重の弱体化。では、ドバイに何が起きているか。ザ・ストレイツ・タイムズの報道によると、ドバイ国際空港がドローン攻撃で損傷し、バージュ、ある、アラブホテルで火災が発生したのだ。これによって観光客が激減。バーンスタインリサーチの報告では、中東の高級品売上は3月だけで半減すると推計されているのだ。半分。ドバイには独特の役割があるのだ。中東の高級品売上の半分は UAE。その大半がドバイで行われているとモルガン、スタンレーは推計している。ドバイモールとモール、オグ、チ、エミレーツだけで年1億4000万人以上の来場者がいたのだ。それが今、ガラガラなのだ。1億4000万人が。先輩、正直聞いてて怖くなってきました。ドバイって今まで、絶対に安全な場所のブランドで成り立ってた都市じゃないですか。そのブランドが崩れるって、中東全体の話じゃないんですか。紬の言う通りなのだ。バーンスタインのアナリスト、ルカ・ソルカはこう言っているのだ。戦争が短期間で終われば、ドバイは元の輝きを取り戻せる。しかし長引けば、それは無理だ。と、つまりドバイの問題は、この戦争が短期か長期かに完全にかかっているのだ。日本の石油コストも同じなのだ。先輩、ちょっと聞いていいですか。私は、この戦争、イスラエルとイランどちらが正しいとか言えないけど、ドバイで買い物できなくなってる人たちや、空港で立ち往生してる観光客のことを考えると、どんな理由があっても民間人を巻き込む攻撃はおかしいと思います。ズンダモン先輩はどう思いますか？ズンダモンも同じ気持ちなのだ。戦略的な亀裂とか弱体化と分析していても、現実に空港で立ち往生している観光客がいて、ホテルが燃えて、モールがガラガラになっているのだ。歴史を見ると、湾岸戦争1991年も最初は短期で終わると言われていたのだ。でも経済的ダメージは長く残ったのだ。今回も同じパターンをたどる可能性を、ズンダモンは心配しているのだ。1991年と同じ。冒頭でドバイの高級ホテルが燃えているニュースに二度見したと言ったのだ。でも本当に二度見すべきは、その火災が遠い世界の話じゃないということなのだ。この冬、日本の電気代の明細を見たとき、なぜ高くなったかを知っておくことが大事なのだ。原因は中東にあるのだ。では最後に、2つのシナリオを示すのだ。シナリオ A、短期終結、コンボ1、2月でイランが停戦合意に向かった場合、この場合、ドバイは6月以内に回復が見込まれ、原油価格も安定するのだ。日本のガソリン、電気代への影響は限定的になるのだ。それなら一安心ですね。シナリオ B、長期化、イラン国内で政変が起きず、ホルムズ海峡の封鎖リスクが続く場合、原油が150ドル台に達し、日本のガソリン価は200円超え、電気代は年1万円以上増加が長期に続くのだ。ドバイのブランド価値は取り戻しのつかないダメージを受け、中東の高級品市場全体が萎縮するのだ。ズンダモンの見立てでは、正直、シナリオ B の可能性を低く見積もれないのだ。そっちの方が怖い。ズンダモン先輩、3月後に波動なってると思いますか？正直なところで。ズンダモンが注目しているのは、イランの第三の勢力、改革派の実務官僚たちが動くかどうかなのだ。歴史的に見ると、イラン国内で変化が起きるとき、軍が崩れる前に経済官僚が動くことが多いのだ。3月以内に停戦交渉のサインが出るとすれば、その兆候派テーランの金融市場から先に現れるはずなのだ。みんなはどちらのシナリオになると思うか、コメントで、短期か長期だけでいいから教えてほしいのだ。今日のまとめなのだ。ネタニヤフが言う、イランの亀裂は、軍事、経済、外交の3重の弱体化が背景にある。
しかしそれが長期化リスクを消すわけではないのだ。日本の私たちにとってガソリン代と電気代という形で直撃してくる可能性は今も続いているのだ。この動画が参考になったらいいねお願いするのだ。チャンネル登録もぜひなのだ。次回は米国外乱への制裁をさらに強化する新法案の中身を解説するのだ。引き続き見ていてほしいのだ。